こんにちは。イラストレーターのののまろです。今回はこちらのイラストの塗りの工程をお見せしながら、塗りで陥りがちやすいミスと色塗りに必要な基礎知識をすべてお話ししたいと思います。この動画を見たら塗りが苦手でなかなか手がつけられないって思っている方や、なんかどんどん塗りが汚くなっているけどどう直したらいいかわかんないという方も、塗りに関する情報や知識を整理することができるようになると思います。ズバリ彩色に陥りがちやすいミスを先に言いますと、こちらの3点になります。塗りの基礎を知ればこれらは解決できる内容です。またそれはまあ大丈夫かなっていう方でも、今回の動画では塗りの基礎をすべて解説しますので、今後の塗りで迷うことがぐっと少なくなると思います。ぜひ最後まで見てください。そして今回参考にさせていただいた講座がございまして、こちらコロソの中で解講されているガタン先生の5ステップで仕上げる光と彩色の主要原理です。動画の後半に先生の講座がどんな内容なのかとか、今回の動画でお伝えしきれなかった魅力を紹介したいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。今回はこちらのイラストの彩色のポイントをこの流れで説明していきたいと思います。まず色を選ぶ。ベースの色と影色を選ぶ際のポイントは色相を変更することです。どういうことかと言いますと、まず色相とは何かをご説明するために色の3属性のお話をします。これ結構ご存知の方多いのかなとは思います。彩度は色の鮮やかさの度合い。カラーサークルではここで表されるものです。明度は色の明るさの度合い。カラーサークルではここで表されるものです。そして色相は色味の違い。カラーサークルではここで表されるものです。このカラーサークルで向き合った色味は補色の関係にありまして、色相の関係において最もコントラストが強くなる2色です。影は暗いので明度を下げようって考えてしまう方いるかもしれません。しかし明度を下げただけの影色では明度のみのコントラストとなり、変化が少なく立体感を出すには明度をたくさん落とす必要があります。そうするともう絵が全体的にどんどん暗い印象のイラストになってしまいます。じゃあ何色選べばいいのと言いますと、補色の関係を利用します。実は太陽光の色味は黄色です。なのでベースの色味を黄色みがかった色味にすると、人の目にとって自然に感じられる絵の具になります。原色をそのまんま使うと垢抜けない印象、初心者っぽい印象の色使いになってしまいますので注意してください。特にここの一番右上の色、これはちょっと使わないようにしてください。そして影色には黄色の補色の関係にある青色みがかった色味を選ぶと、明度を落とさずに立体感のある塗りをすることができます。例えばこちらの赤のジャケットのイラストで比較すると分かりやすいと思います。左がベースに原色を使い、影色は明度を落とした色選びをしています。ここの2影とここの3影の差があんまりなく、黒に近い色を使っているにもかかわらず立体感が感じられません。一方右側の塗りはベースを黄色寄りの赤色にし、影色に青い色味を入れた紫色を使っています。こうすると明度を落とさなくても色相のコントラストの効果によって2影3影の差が出て立体感のある塗りをすることができます。これは赤以外の他の色味でも同様のことが言えます。
例えば黄色みがかった白のベース色に灰色の影をつけた場合と、青みがかった紫の影をつけた場合だと、紫の方がくぼんで見えるかと思います。まとめ、影色を選ぶ際は明度だけでなく色相を変化させることで立体的な彩色をすることができます。2、5ステップで塗る方法を知る。では次に影の付け方についてこの円柱を使って説明したいと思います。今回の塗りの手順が5ステップありまして、この方法は紙、衣装、金属など全ての素材に適用できるので、ぜひ覚えてください。まず1、一影を塗る。光源は右上からなので、一影はこのようにかかります。光の当たる明部と光が遮られている暗部の2パーツに区分できると思います。ステップ2、境目をぼかす。これをすることで立体的な絵になります。自分はぼかしツールやエアブラシ、塗り&なじませブラシを使っています。中間の色味ができるように少しスポイトで拾うなどしてぼかしてください。この際、中間の色味の幅が広がりすぎないようにしてください。この境目の明暗境界線に色味を入れると情報量が増えて面白みのあるイラストになります。入れる色味は黄色からオレンジくらいの暖かい色味が良いです。次にステップ3、2影を入れます。影にさらに暗いトーンを入れていきます。ステップ4、明部にも影を入れます。明るい部分、明部を塗るときは彩度を上げて明度を下げた色味を選んでください。暗部ほど影がかかっていないので暗すぎるとくぼんで見えてしまいます。ステップ5、最後にポイントとなる際を暗い色で塗っていきます。これが彩色の5ステップです。さらにクオリティを上げるために反射光、ハイライトを入れることもできます。反射光とは光源からの光が地面などに周りのものに当たって跳ね返ってきた光のことです。反射光は固有色、この円柱の元々の青色と補色の色味で、さらにベースの色よりも明るくない色味で入れると立体感がおかしくならず自然に入れることができます。よくあるミスとしてどこに影を置けばいいのかわからなくなってしまうっていう方とか、どんどんぐちゃぐちゃになっていってしまう、もう修復ができないっていう方は、明部と暗部の区別がごっちゃになってしまっているんだと思います。他のこの塗り方じゃなくて別のタッチの塗り方をしたいっていう方でも、まずこの5ステップをしっかり覚えて、自分が今どの影を描いているのか把握することが大事なポイントです。実際に塗る。では、いよいよこちらの方法で実際にキャラクターを塗っていきたいと思います。まず光源を右上に設定します。で、ベース色は黄色みがかった色味を使います。まず紙を塗ります。ステップ1の一影を置いていきたいと思います。影色は青色みがかった色味です。絵を描き始めた頃って細かい部分の描き込みに力を入れてしまいがちですが、そこばかりになるとイラスト全体の立体感がなくなってしまいます。なのでこの一影の工程では大きな立体感を意識しましょう。ここの影付けの工程で形が捉えられない、影の形がわからないって悩んでることがある方いらっしゃるかと思います。その場合、形を簡略化して捉えることが重要になってきます。シワや体など物体を簡略化して捉えることで物体の形を把握することができ、立体的な塗りをすることができます。例えばこの頭の形、頭も
丸い球体になっていますし、紙の房一つ一つもこのように円柱のように丸くなっています。なのでこのように位置影がかかります。境目をぼかします。色味を入れます。ステップ3、影に暗い糸2影を入れます。明部の影も入れます。サイドが高く明度を下げた色味で塗っていきます。で、ステップ5の際を暗い色味で塗るんですが、先に反射光を入れていきます。で、この反射光の内側にこのキワキワの色を入れていきます。これで塗りの完成です。次に服の方も続きを塗っていきます。服はこのような形に簡略化できます。またそのものの影とは別に落ち影というものがあります。物体によって光が遮られて落ちる影で、物体そのものにできる影とは別のものになります。位置影を置く段階では落ち影も一緒に描いてしまうんですが、この形が落ちてできたものだっていうことを理解しておきましょう。2に境目をぼかす。3、2影を入れる。4、明部を塗る。5、際を塗る。これで服の塗りの完成です。最後に金属の塗りを紹介します。一見複雑な塗りに見えます。しかし金属は反射が強い特徴のある素材なので、先ほどの5ステップを応用してからハイライトや反射光を強く入れるという手順で塗ると混乱せずに塗ることができます。まず1に位置影を置く。2に境目をぼかす。3、2影を入れる。4、明部を塗る。5、際を塗る。暗部に反射光を入れたり、明部にハイライトを入れたりします。これでキャラの塗りの完成です。もちろん絵柄とか演出によってこの限りではないんですけれども、この基本的な塗り方を知ることで自分が今何を塗っているのか、1影なのか2影なのか明部なのか把握できるようになり、縫い進めるほどにくすんで汚くなってしまうということがぐっと少なくなると思います。ぜひ参考にしてみてください。ここからはオンラインイラスト講座コロソとガタン先生の講義5ステップで仕上げる光と彩色の使用原理についてご紹介していきたいと思います。コロソさんは様々な講座が取り揃えられたオンライン講座です。動画制作や 3D アニメーションなど様々な分野の講義がありますし、イラストだけでこれだけの種類があります。自分は何度かレビューをさせていただいておりまして、こちらの動画ではマルモル先生の身体と色の理論を活用した雰囲気のあるキャラクターイラスト、こちらの動画ではリノツナ先生のキャラクター作りに向けたアイディア発想と表現方法の講座を受講させていただきました。どちらも本当に素晴らしい講義なのでぜひチェックしてみてください。でも毎回思うんですが、レベル高すぎ。大学で学ぶようなレベルの内容の講義を受けることができます。
コロソさん全体の特徴としましては、1講座買い切りで無期限で視聴することができます。どの講座もイラストの基礎的な知識から、それぞれの先生が得意としておられる分野の専門的な知識までが1講座に含まれています。ガタン先生の講義、5ステップで仕上げる光と彩色の主要原理についてご紹介します。今回の動画ですごい参考にさせていただいたんですけれども、講義はもっと内容が濃いです。今回の動画ではほんの少ししか紹介できていません。1講義あたりだいたい1時間から2時間ぐらいのものが24講義あります。構成といたしましては、まずドローイングの基礎の解説。これはクロッキーのやり方とか考え方とか、あとは人体の筋肉の解説です。次に物を立体的に描く描き方。そしてキャラクターを描く時の応用的な知識。次に彩色の基礎理論。今回の動画の前半でお話ししたような論理的な彩色の方法が学べます。次に服や髪、体など部位や素材ごとの塗り方を先生の作業を通して学ぶことができます。もうこれが本当にすごい丁寧で、ずーっと先生お話ししておられます。すっごい贅沢な講義です。そして最後に先生が1キャラ完成させる過程をなんとノーカットでさらに徹底解説付きで見ることができます。その他にもイラストを描く心構えとか、先生の就職活動のお話など、最前線で活躍しておられる先生からはなかなかお聞きすることができない貴重なお話を聞くことができます。あとめちゃくちゃ嬉しいのが、講義資料のところで先生のレイヤー未統合データをダウンロードできます。お宝です。他にもたくさんの資料とか練習用の課題もダウンロードできます。すっごい丁寧、とても丁寧で、他の先生方の講義と比較してより基礎の部分が詳細で初心者の方にも分かりやすいのではないかなと感じました。もちろんプロとして活動している自分でもなるほどと勉強になった知識とか論理的な解説がたくさんありましたので、受講したら自信を持って色塗りができるようになると思います。特にライティングにより印象の違いのお話がとても勉強になりました。興味がある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。以上、塗りで陥りがちやすいミスと色塗りに必要な基礎知識のすべてでした。このチャンネルではお絵描きに関する情報を発信しています。よろしければぜひチャンネル登録とグッドボタン押していただけると制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それではののまろでした。